グラチャンネル。私は雪風。大魔人水木雪風の影のようなものよ。皆さんこんにちは。今回は実はだいぶ前にエイプリルフールネタでクローン雪風参戦が発表されていて、それからなんと3年後のちょうど4月に本当に参戦することになったキャラです。ついに実装されたクローン雪風の性能を早速見ていきましょう。最初にキャラパッシブスキルを解説します。近距離ルート、遠距離ルートがあり、近距離攻撃を当てると遠距離ゲージが下がり、編成の段階でどちらかで固めておくと強いスキルです。遠距離はゲージがたまるとクリティカルダメージ 50%、14秒ごとに追加攻撃。近距離は最大になると攻撃力 40%、速度 10% アップが永続でつきます。片方を上げると片方が下がる珍しい効果です。遠距離近距離が重要なので、そこを数えながら技を見ていきます。まずは遠距離1、緑技。遠距離パッシブスキルが最大だと範囲が増加するゲロビです。技チャージ16秒に攻撃長押しでかなりの大技になります。遠距離構成なら必須で CP 操作なら意外と強いかも。近距離1、赤技。さっきの緑とコマンドが同じで、こっちは近距離火力技です。アスカのマッハインパクトに似ていますが、こっちは持続する設置技という感覚です。専用武器で何倍にもなるマッハインパクトよりは弱いです。ほぼ設置技なので途中で抜けられることが実は多い技です。次に遠距離に通常攻撃強化。通常攻撃がビームに変化します。遠距離編成はこれが必須で、横に判定の小さい技ですね。最終段がすごく遅いので周回では非常に使いにくい技。これがボス戦向きなので必然的に周回は近距離編成ですね。近距離に突進技。雪風のオマージュで回数やチャージも速いです。非常に使いやすい技ですね。近距離3、範囲攻撃。こういう系の派手な連続技は大体が弱かったりするのですが、12秒のチャージ時間といい、引き寄せもあって使いやすいです。集団戦で進化を発揮しそうな技です。次はステップ技。遠距離近距離どっちもあります。回避技以外では唯一の回復技です。引き寄せはありますが範囲も小さく暴発もしやすい技です。ただほぼ唯一の回復手段で隙も少ないので採用を悩む技です。この技は遠距離判定の後に2段目で近距離判定の2段技です。次に回避技。基本的に強いことが多い3人編成スロットですが、この技はすごく微妙な技です。発動するとなんと敵に攻撃されなくなり、その間は毎秒持続回復します。ただ攻撃すると解除され 10% の固定回復はありますが、ダメージもなく
明らかに14秒のチャージと見合っていない効果量になっています。これならまだライトニングウェブを採用した方がいいでしょう。次に遠距離3、青技。説明文では電撃の槍を振り回しとありますが、振り回してないです。あれは嘘だ。雪風というよりママと凛子先輩の試練一戦が浮かぶ技になっています。注意点として青技なのですが、青編成にすると方向が前になります。青技限定なのに技そのものが変化するのは初めて。というか変化前が意味ないですよね。遠距離4、派生技。雪風の神殿の強化版で通常攻撃から打てるのが強いです。ただしチャージは長め。最後に81技は近距離4。チャージ9秒ですがとんでもない範囲を攻撃し、後ろの敵も切り裂きます。チャージの短さを含めてボス戦ですら採用してもいいぐらいです。間違いなく9秒の性能ではないです。それでは次は実践編。今回は追加された周回ステージ超級なので全力装備。無敵サポートと獲得スキルポイントだけ入れ、赤3枚編成で挑みます。それでは行ってみましょう。それでは行きましょうか。まずは体力の多い敵を狙います。次に範囲技で周囲を一掃。すごい範囲技です。ここはライオンとヘビの敵が体力が多いですね。なるべくライオンかヘビに乱舞技を当てたいですね。超級は油断すると普通に負けてしまうので回復技を採用。ライトニングウェブしか回復技がないのが最大の不満点でしょうか。周回ステージなので大体の敵の位置は覚えたいですね。私怒ったんだからね。ここは実はヘビコよりもランが厄介なのでランを先に倒しましょう。スキル1回発動する暇はありますが、すぐに集中攻撃されるので無敵サポートを発動。無敵の14秒以内に倒しましょう。任務開始。行くぞ。ここで追加ボスです。追加ボス用にここまで奥義を温存したいですが、今回は普通にたまらなかったです。私はあの子のように甘くはないわ。断罪してやる。ライトニングパニッシュ。時は来た。なんかイングリッドの悲鳴が聞こえたような。は時は任務完了。どうだった私の活躍は。いかがだったでしょう。スキルが近距離が4つ、通常攻撃強化込みで遠距離4つ、それに回避技とライトニングウェブなので、固めるならそこまで技に選択肢はないです。クローン雪風の最大の長所は異常なほどスキルチャージが短いことです。10秒以下で使えていい技の性能ではない技を多く持っています。それではクローン雪風の暫定ランクはB ランク。
く、残念ながら上位キャラには劣ってしまう性能です。パッシブスキルの完成も遅く、通常攻撃も少し足りない性能です。最大の問題点は回復による防御力の低さにあります。その意味ではオリジナル雪風にランクで負けてしまうかもしれません。技の性能は明らかにクローンなのに、総合的にオリジナルが上なのは面白いですね。反撃技もなく回避技も微妙なので、わざと防御を弱くされていそうです。スキル回転率は高いので上級者向けキャラと言えそうですね。それでは今回はこの辺で。